おはようございます。たかしです。本日は10月28日月曜日、ただいま9時28分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。本日の動き出しを待っていたので、土曜日の配信はしなかったんですが、今日は結局上昇、円安方向の動きで始まっております。以前から言っていたのが、この白い丸のこの中での動きですね。この安値、この高値に緑の水平線を引いてますが、その中で現在はここで揉み合うだろうというところ、ここの揉み合いをさらに上に抜けていくのか、それとも揉み合いからまた下落していくのかっていうところを現在は見ている途中です。ですので、下限はこの緑の水平線、下の方 195.8 付近、そして上限が 199.474 なので、だいたい 199.5 付近、その間でのレンジと考えております。なので現在はこの中でしばらく揉み合ってくる可能性を見ているんですが、本日強く上昇から始まっておりますので、ここ上抜けてくる可能性もあります。ただ、すぐその上にある白い水平線、これがやはりこの意識されるところですね。ここ、過去の高値、この辺ずっと意識されてますよね。ここも意識されている、ここも意識されている。このあたりもローソク足の実体部分が止められておりますので、そう考えると 199.5 付近までの上昇、それからそこを上抜けてくると 200.5 付近、そこからさらに1円ぐらいの上昇ですねの可能性はあるんですが、 200.5 付近が今度は天井になってくる可能性は考えておきたいですね。ですのでこのあたりっていうのはゾーンとして考えておくといいかもしれないですね。この白と緑の水平線の間はゾーン、このあたりで抵抗になってくるだろうというところですね。逆に言うとその辺までは上昇しきる可能性があるので、現在収録時で 198.6 付近、そして先ほどの緑の水平線が 199.5 付近、白い水平線が 200.5 付近なので、そのあたりまで上昇しきってしまう可能性は十分にありますね。今の勢い見ているとそんな感じには見えてきます。ただインジケーターは軒並み高値圏なんですね。ですのでそこはご注意ください。インジケーターを見ているといつ下落方向に動いてもおかしくない。ただ下落っていうのは先日からお話ししてますように現在は上昇トレンド中なので、ここから次の押しを作って再上昇っていうこういう動き方をイメージしておりますので、下落っていうのは一時的な下落ですね。ここの下落になってきますので、どんどん下落する、どのくらいの規模の下落になるかわかりませんが、ここから例えばこういう下落はイメージしてはいけません。もちろん可能性としてはゼロではありませんが、現在のトレンドに従っていくっていう考え方を持っておかないと、今上昇トレンド中ですよね。ずーっと上昇してきておりますので、この流れに乗っていくっていう、そういう考え方を持っておくと勝ちやすいトレードができます。では4時間足です。4時間足では現在ここでダブルトップが意識されるところ、そして先ほど言っていた高値も近いですよね。この緑の水平線、そして白い水平線、この辺が近くなってきてますので、やはりそろそろ一旦の天井は疑っておきたいですね。4時間足ストキャスティクスも高値圏、先ほど日足も高値圏でしたので、今もうちょっと高値圏、このストキャスティクスが上げ切るまでもうちょっと距離がありますので、これが上げ切ったあたりでは次の下落のイメージは持っておいてもいいかもしれません。今までの動きを見ていると GMMA の青帯から反発、そして GMMA に押しをつける、そこからまた反発、そして GMMA に押しをつけるっていうのをずーっと繰り返してますよね。ということは、先週ここで一度押しをつけて本日上昇してきているので、どこかでまたこう GMMA に戻ってくるような動きをしてくると思いますので、その辺が次の押し目買いポイントと見ておきたいですね。もちろんこの緑の水平線とか白い水平線、このあたりで今ですとこういうダブルトップ、右上がりのダブルトップになってくるんですが、そういう動き方のイメージもできますので、この次の上昇してきたところからの下落を狙っていってもいいと思います。では1時間足です。1時間足はまずは先ほど言ったようにダブルトップを意識しておきたいですね。直近の高値、現在地、ここを今抜けようとしてますが、ここを抜けられるかどうかです。本日のローソク足としては全部ここのところ上髭になっておりますので、今のこのローソク足で抜けてくればいいんですが、抜けられなければやはりダブルトップが一旦の意識されて、一度下落方向に動きやすい。そして GMMA の青帯が今こんな感じに動いてくるので、そこでまたサポートされて、このあたりからの次の上昇に乗っていくっていう、そういうイメージです。もちろんここ上抜けてくれば単純に上昇トレンドが継続なので、こういう上昇トレンドですよね。ここが継続していくという考え方になりますので、まずは今上抜けるかどうか、こういう上抜けるかどうかっていうわからないところでロングエントリーをしてしまうと、ここがてっぺんになってこういうダブルトップでの下落になっていくかもしれませんので、現在みたいなこういうところでロングエントリーをするのは優位性がありません。もちろん上抜ける可能性はあるんですが、基本的な考え方としては抜けていくかもというエントリーの仕方が一番危険ですので、そうじゃなくって上昇
昇方向にトレードするのであれば一度押しを待ってからの反発に乗るのか、それともここをしっかり抜けてからついていくっていう、そういう考え方を持っておくといいですね。なので本日はここの抜け待ちなのか、一度押しをつけてくるのを待つになりますので、この辺にアラートを仕掛けておくですね。金曜日の安値付近にアラートを仕掛けておくと、そこまで戻ってくればそこからは次また再び上昇方向に動きやすくなりますので、その辺の動きを見ておくといいと思います。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、使いやすいチャートをお探しの方は、良ければトレーディングビュー一度お試しください。概要欄に URL を貼っておきます。登録は無料です。有料のプランもありますが、まずは無料で始めていただいて、もし有料の機能が必要になれば有料に変えていけばいいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円現在は155円付近ですね。このあたり、次のこの白い水平線付近を目指して上昇していると考えております。なので現在が153円なので、あと2円ぐらいの上昇の可能性はあるというところですね。ただこちらもストキャスティクスは高値圏にありますので、一度下落方向への動き、こういう動きはイメージしておくといいと思います。一度下落してくるですね。GMMA の青帯は今下から上向きになってきましたので、ここから本格的な上昇に入るのかというところです。まずは155円付近、そこを上抜けると再び162円なんかを目指していくかもしれません。では4時間足です。こちらも4時間足の GMMA に沿って上昇はしてきております。GMMA の青帯ずっと上向きですので、考え方としては上昇トレンド中なので、押し目買いで入っていくっていう感じですね。こういう風に GMMA に接触したところからの次の上昇に乗っていくっていうそんな感じ。今回も金曜日下落してきて GMMA の青帯付近で押しをつけて上昇してきております。そして本日も高値、この直近の高値を今超えてきてますよね。ということはこの上昇トレンドが継続しているので、今までからずっとこういう感じでジグザグという上昇を作ってきましたので、本日高値更新、そこからまた押しをつけて上昇していくっていう、こんなイメージを持っておきたいですね。今はストキャスティクス高値圏、先ほど日足も高値圏でしたよね。だからこのままどんどん上昇する可能性もあるんですが、やはり一度下落を待ちたいですね。一度押しをつけてくれば、こういう押しをつけたところからの押し目買い、そこに GMMA が追いついてきてくれると、GMMA がこんな感じで上昇してきて、GMMA に押しをつけてきてくれると、そこからまた押し目買いがしやすいのかなと。そして155円付近、この白い水平線付近までの上昇が考えられます。では1時間足です。金曜日、木曜日は押しを作る、こういう次の上昇に向けた値固めをしている、そんな段階でした。本日は上昇から始まっておりますが、こちらもポンド円と同様、このダブルトップが意識されるところにあるので、そこはご注意ください。こういうところからロングエントリーをすると、ここが最高値になって大きく下落していくということも考えられます。今下落してきたら、この金曜日の安値ぐらいまで下落する可能性があるので、そうすると151円のミドルぐらいまでの下落の可能性が考えられます。ですので、先ほどポンド円でお話ししたように、ここから上昇についていく場合は、ここを上抜けてから、もしくはしっかり押しをつけたところからの次の上昇の流れに乗っていくのがいいですね。まずはじりじりと下落してくるのを待つ。そして GMMA の青帯が上がってくるのを待って、その接触付近、そのあたりからの次の上昇のイメージを持っておきたいです。1時間足もストキャスティクス高値圏、つまり今1時間、4時間、日足と全部ストキャスティクスは高値圏なので、一度大きめの下落がいつ起こるかわからないというそういう状態での上昇ですので、本日は上昇から始まってますが、あまりどんどんそこについていくっていうのは危険だとは思いますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。